This is 木村優 and I am the most pink creator of the world。 なんとかわいいパティさんの登録者数が40万人を超えました。もうすぐ45万人だよ。というわけで、なんとかわいいパティさんと木村優のコラボトートバッグ、そして T シャツが発売されることになりました。じゃじゃん。私が描いたこのかわいいストロベリー猫ちゃん、これがですね、デザインがチェンジになっております。こっちが、ちゃんと発売される、猫ちゃんのバッグになりますので、皆さんぜひですね、ゲットしていただけたら嬉しいです。今日から受注予約が開始されますので、限定なのでぜひですね、ゲットしてもらえたら嬉しいです。そして今日はトートバッグをさらに可愛くアレンジしたいと思います。このリボンをつけちゃうんですけれども、今ねめっちゃ流行っている形でフリルハンドルトートバッグっていうんですけど、いろんなブランドさんからここにフリルがついているトートバッグが発売されてるのですが、ちょっとですね、私も自分のブランドで一回作りたいなと思ったんですけど、やっぱどうしても高くなっちゃってなかなか作ることが実現できなかったんですけど、今回はハンドメイドで作っちゃおうと思います。ぜひ簡単なので真似してみてください。それでは作りたいと思います。レッツトライ。まずリボンを切るんですけど、リボンどれくらい用意したらいいかなっていうところで、参考にしてほしいんですけど、お手持ちのこのバッグの紐の長さの約4倍の長さのリボンを用意してください。そして幅はですね、バッグの幅よりも太いリボンを選ぶのがポイントです。このねバッグの紐の長さは55センチだったので、4倍にするといくつだ ?2 メートル40、2メートルそのぐらいになるので、ちょっと多めに5メートルのリボンを買ってきました。なのでちょっとこれを半分にしていきたいと思います。私のおすすめはサテンリボンです。サテンのリボンとこのトートバッグの生地は違う素材なので、異素材を組み合わせるのすごく可愛いと思います。長くてカメラに入らない。だいたいここぐらいかな。半分に切ります。切っちゃいました。切った端をライターとかでヒートカットって言うんですけど、炙ってほつれないようにしたいと思います。オッケー。先端が硬くなってほつれにくくなってます。はい、フリルを作っていくんですけど、最初玉留めをします。3回ぐらい丸の中に糸を通して結んでいきます。4ピン。こんな感じで糸は二重にしてください。このリボンの真ん中に糸通します。で、手縫いなのでどうしてもやっぱミシンより弱くなっちゃうので、ちゃんと返し縫いをしたいと思います。今一番最初に通したところにもう一回針を入れますよ。同じところに刺しますよ。これで返し縫いみたいになってちょっと強くなりますね。そしたら波縫いしていきます。チク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 、はい、こんな風に波縫いをしてキューッと引っ張るとフリル、簡単にフリルになります。これを繰り返していきたいと思います。こうやって一気に通すと早いです。最後まで切ったよ。一
一応返し縫いしておきます。最初と同じように1回同じところをもう1回針刺して、これをちょっと伸ばしていきますね。まずここ待ち針で先に留めちゃいます。木村優待ち針で最終地点をここと決めて、ちょっとだけフリルをずらしていきましょうか。フリルがここまで来ればいいから均等になるようにフリルを割り振っていきましょう。このぐらいですね。ちょっとここほつれちゃったので、ここに縫い付けていきたいと思います。ここも同じように返し縫いの時と同じようにもう一回、はい、こんな感じで止まりました。そしたらここで玉留めですね。はい、こんな感じで最初と最後がつながってますよ。この浮いちゃってるところもぴょんぴょんとポンポンポンと待ち針を打っていきます。バランスを取る時のポイントは、目標を半分のところにするとバランスが取りやすいです。ここからここの半分はここ、ここからここの半分はここ、ここからここの半分はここと半分の半分のところに待ち針を打っていきます。そしたらまた半分を待ち針で留めます。Oh my god、痛い！いい感じのバランスが取れました。じゃあこれを早速縫い付けていきたいと思います。二重にしますね。ちょっとこの待ち針を外して、トートバッグの取っ手になる部分って生地が二重になってるんですよ。こう縫った糸が裏面に出るのがちょっとあんまかっこよくないので、1枚の生地のところをすくうように縫っていきたいと思います。ちょっとこうやってすくって縫うんですけど、でその時に後ろにこうやって縫い目が出ないように縫っていきますね。ここもやっぱり返し縫いしたいので、もう一回同じところをすくうように縫います。針を刺す。トートバッグにすくうようにまた縫っていきますね。これを永遠にこっちまでピピピピピ頑張って縫っていきますよ。生地をすくいます。そして、リボンを縫い付けます。はい、じゃあ最後また玉留めしたいと思います。できたぞー！こんな感じになりました。片方できました。じゃあこれをワンモア繰り返します。こんな感じでフリルが完成しました。ここにかわいそうなスペースがあるのでリボンで埋めていきたいと思います。ちょっと太めのリボンを、使っていきますね。綺麗にリボンを作るコツはループを作ります。こうやって大きさを見て合わせて、このぐらいがいいかなと思ったらしていい感じだなと思ったら待ち針を打ちます。針に糸を通してさっき待ち針を打ったところに針を刺します。で待ち針を抜いちゃいます。で波縫いしていきます。この時全部のリボン貫通させていきます。ギュッと引くとリボンの形になります。でそしたらくるくるくるっとこの束を糸で束ねていきます。3回くらいかな。くるくる巻いて巻きますね。巻いたらキュッとここに針を刺しちゃいます。でここを玉留めします。ピニョン。おー、リボンができました。リボンのピロッと出た尻尾の部分をですね合わせます。一緒に一気に斜めに切っちゃいます。さっきと同じようにヒートカットします。じゃあもうちょっと、細いリボン持ってきます。ちなみにこのリボンなんとダイソーで買ったんですよ。こんなに
可愛いのに100円。贅沢に2つのリボンを使って、ちょっと細いリボンを真ん中に巻きますね。このぐらいかな。そしてグルーガンで留めていきますよ。裏側ですね。グルーガンをつけて留めちゃいます。こんな感じで、もう一回グルーガンをつけて留めちゃいます。そしたらこれと同じものをもう一つ作ります。リボンが完成しました。このリボンをプットオン。かわいい。ここはもう簡単にグルーガンでつけちゃいたいと思います。いきますよ。にょろにょろにょろ。いいねいいね。できました。完成です。にゃっ。というわけで完成しました。じゃじゃじゃーん。フリルハンドトートバッグ。めっちゃかわいい。すごいですよね。100均のリボンと、こっちは岡田屋で買ったリボンですけど、このトートバッグがこんなに可愛く変身しちゃいました。お洋服にもバッチリ。皆さんぜひ簡単なので真似してみてね。可愛いパティーンさんと木村優のコラボトートバッグは今日から皆さん今日からですよ。受注予約始まっておりますので、ぜひこの機会にゲットしてみてね。